朝起きて考えたことは、孤独が創造性を高めるんじゃないかっていうことです。やっぱりどうしても最近、現代っていうか、孤独っていうものが結構悪いように語られることが多いと思うんですよね。で、もちろんそれはそういう側面はあるとは思っていて、で、やっぱり老人がね、みんな孤独になっていって、で、特に東京とか都心部では結構一人暮らしをマンションでしている方が多かったりとかで、自然とね、老人にならなくてもやっぱり学校とかそういう集団を離れた人たちっていうのは、孤独になりがちな世界になっていると。で、最近はますますその集団のコミュニティとかそういうものがやっぱり会社とか組織っていうところが解体されているところがあって、でインターネットでやっぱり仕事ができるようになってから結構オンライン上に閉じこもるみたいなね、なんかそういう感じになってるから余計に、そういうものが孤独が悪いっていう風潮が高まってるんだと思います。で、実際にそのタバコとかなんか薬物とかそういうものよりも孤独である方が体に悪いとか、なんかそういう話もあったりとかしますよね。で、やっぱりそういう人間っていうのはそもそも集団で暮らしていた生き物だと思うので、やっぱり一人で暮らすっていうことはなかなか大変なことで、それはなんか感覚的にもわかりますね。ただ僕は違う側面でその孤独っていうところを捉えているところがあって、でやっぱり何かものづくりをするときには結構人って孤独になる瞬間があると思っています。で、逆に言えばその孤独にならないとものづくりはできないんじゃないかって思っているところがあります。で、これは今文章を書いていたりとか、こういうふうに動画作ったりしてるんですけど、それ以前の写真を仕事に、写真の仕事を中心としてやっていた時もですね、感じていたところで、どうしても何か没頭して作業をする時っていうのはみんな一人になるんですよね。で、それはクリエイティブだけじゃなくて、例えば読書をする時とか日記を書く時とか、なんかそういう時って一人で集中して書く状態になると、一人になることによって初めて書けるような状態がやってくると、そういうふうにも感じます。意図的に孤独を作り出すこと、それが散歩をしたりとか山の中に入ったりとか海に行って泳いだりとかプールに行って泳いだりとか、なんかそういう断片的な孤独みたいなものを作ることでなんとか生活の中でクリエイティビティを保とうとしている、なんかそういうところがあると思います。ただそこを一段とやっぱり深めるには一人で生活をすること、そこだと思うんですよね。で、これはもう本当に寂しいことだと捉えられる場合もあるし、結婚してる人なんかは無理だよって思うかもしれない。でも朝起きて自分が取り掛かるべきことにやっぱりまず突発的に瞬間的に取り組むことができるのは自分が一人の時なんですよね。で、これは僕自身が誰かと暮らしたこともあるし、シェアハウスとかに住んでいたこともあるんですけど、そういう経験の中でもですね、やっぱり一人の時がやっぱり一番生産性みたいなものが高まっているような気がします。で、結局その効率性とか生産性だけを求めていくと生きてる意味がなくなってくるんですよね。なんかそれはやっぱり罠で、やっぱり無駄なことが大事であるっていうことです。そもそも生きることっていうのは無駄の極みというか無駄なことなので、それをやっていく必要があると。でもその無駄の中に自分が孤独である無駄みたいなものを捉え直すっていうこと、そこが疑似的な孤独をだから作っていくことの大事さなんじゃないかなと思うんですよね。でもやっぱりそれは難しいことです、本当に。だからやっぱり人は山の中に入ったりとか、あるいは散歩したりとか、あと人によっては
パチンコとかね、そういう一人でパチンコを打つことが自分が唯一孤独になれる場所だという人ももちろんいるだろうし、そのアクティビティというか、それぞれがやっている趣味みたいなことで、その中で没頭していくことみたいなのが、やっぱり自分の想像力を結局高めることになる。なんかギャンブルでその想像力が高まるのかはちょっと正直わかんないですけど、でもギャンブルにはギャンブルのいわゆるフロー状態というか集中状態があると思っていて、で結局集中状態っていうのは、それがいいことであろうが悪いことであろうが構造は同じだと思うんですよね。その集中する構造っていうのは同じだと思っていて、だからやっぱり一番簡単にその孤独を作れるのが散歩であるし、で一人で暮らすことだと思っています。で最近ね、結構猫と絡んだりとか、なんかしてるんですけど、やっぱり動物っていうのもやっぱりものすごくその人間との関わりを大事にする生き物で、生き物であるがゆえに、やっぱり仲間感っていうのかチーム感みたいなものが出てくるし、でそれがいるだけで逆にその孤独ではなくなるっていうところもあったりして、でなかなか面白いなと思うんですけど、だから一概に簡単に動物を飼おうとかそういう話ではないんですけど、いかにその現代の中で孤独を癒しながら、むしろその積極的に孤独になっていくことによって、同じようにその孤独を軸にしているような人たちでものづくりをしている人たちとつながる可能性があるんじゃないかなって。で僕は実際にそういうふうにして同じような個人事業主の人とかフリーランスの人とかね、やっぱり東京でそういうふうな生き方をしている人たちが多いので、そういう同じような状況の人たちでネットワークを作っていく。でそれによって孤独が解消されるっていうことが起きているので、だからちょっと不思議なんですけど、孤独を求めていくっていうか追求することで逆にその孤独ではなくなるっていう逆説的な現象が起きていると、なんかそういうふうに考えたりもしています。今日はちょっと話がいろいろ散漫になったんですけど、もうちょっと寒くて手が、凍傷になりそうなので、これくらいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の散歩でお会いしましょう。寒グレコやな、本当に。寒グレコや。